こんにちは、白柴のつくしです。今回の動画は、柴犬や白柴が食べてはいけない危険な食べ物についてご紹介していきます。私たち白柴の主食といえばドッグフードですが、パパさんたちが美味しそうに晩ご飯などを食べていると、ついつい私も一口ちょうだいとせがんでしまいます。すると、パパさんが甘やかして与えてくれますが、ママさんに、それ、つくしに与えても大丈夫？と注意されることもあります。このように、人間には大丈夫な食べ物でも、白柴にとっては有害となる食べ物もあります。例えば、疲れた時に食べたくなるチョコレートや、眠気覚ましに効くカフェインなど、これらも、白柴にとっては、命に関わるほど、危険な食べ物となります。そこで、今回の動画では、絶対 NG、白柴が食べてはいけない危険な食べ物を7つご紹介していきますので、ぜひご覧ください。7つの中には、柴犬や白柴などの日本犬には、特に注意してほしい食べ物もありますので、お見逃ししなく最後までご覧ください。ちなみに、このチャンネルでは、柴犬や白柴に関する情報、犬の役立つ情報、私、愛犬つくしの日々の出来事なども投稿しているので、ぜひチャンネル登録お願いします。私たち白柴も家族の一員ですが、だからといって人間と同じものを食べるわけにはいきません。人間には大丈夫な食べ物でも、白柴にとっては有害となり、下痢や胃の不調が起きたり、最悪の場合、死んでしまうこともあります。このような不幸なことが起きないよう、飼い主はどのような食べ物が有害なのかを把握しておく必要があります。そこで、柴犬や白柴が食べてはいけない危険な食べ物を次の7つ挙げていきます。1、チョコレート。2、キシリトール。3、アルコール。4、カフェイン。5、ブドウとレーズン。6、ニンニクと玉ねぎ。7、乳製品、牛乳、クリーム、チーズ。1、チョコレート。チョコレートが犬に有害であることはよく知られています。チョコレートにはテオブロミンという成分が含まれており、この成分が犬にとって有害となり、中毒症状を引き起こします。摂取した量によっては、嘔吐、下痢、喉の渇き、震え、痙攣発作などの症状が現れ、死に至る場合もあります。テオブロミンが含まれる量は、カカオ成分の割合が高いほど多くなるため、カカオ成分の濃度が濃いダークチョコレートは、特に注意が必要です。2、キシリトール。キシリトールは、シュガーレスガム、歯磨き粉、キャンディや焼き菓子などの製品に含まれる人工甘味料です。歯磨き剤、マウスウォッシュ、ガムタイプのビタミン剤、咳止めシロップなどにも使われております。これら、キシリトールを含む製品を白柴が誤って食べてしまうと、嘔吐、無気力、脱力感、運動失調などの症状が見られます。また、食べてから数時間2日以内に急性肝不全を引き起こし、食欲不振、活動性低下、黄疸などの症状が見られることもあります。ちなみに、キシリトールの犬への有害性について、2006年にアメリカ中毒情報センターから報告された内容によると、8頭の犬の中毒例のうち、5頭が死亡しているとのことです。この報告をした先生によると、体重 10kg の犬で、1g のキシリトールを食べた場合でも治療が必要とのことです。このように、白柴が誤って食べないよう、キシリトールを含む製品は、白柴の届かないところに置くのが重要です。3、アルコール。人間とは異なり、犬の腎臓は、アルコールを効果的に処理することができないため、少量のアルコールでも、犬にとっては有害となり、アルコール中毒を引き起こす可能性があります。症状には、嘔吐、高体温、情動不安、過剰なパンティング、痙攣発作などがあり、臓器系の機能不全を起こし、死に至ることもあります。このことから、白柴には、決してアルコールが入った飲料は与えず、新鮮できれいな水を与えてください。4、カフェイン。コーヒーになど含まれるカフェインには、
中枢神経を刺激して興奮させる作用があり、この作用は白シバにも現れるので、もし白シバがカフェインを大量に摂取してしまうと中毒を引き起こす危険性があります。下痢、嘔吐、ふらつきなどの渇き、落ち着きがないなどの症状が見られることがあります。白シバの体重 1kg に対してコーヒーを40から 50mg 以上摂取してしまった場合や、すでに中毒症状が出てしまっている場合は、すぐに獣医師へ相談し処置をした方が良いです。5. ブドウトレーズン。ブドウトレーズンは食べても問題ない場合もありますが、腎不全を引き起こす場合もあります。悪い場合は食べてから12時間以内に嘔吐、元気消失、下痢が起こり、これら症状に対しての治療をしなければ脱水、食欲減退、排尿増加や排尿減少につながることもあります。最悪の場合は慢性腎臓病になったり、急性腎不全で死んでしまうことさえありますので、ブドウトレーズンが含まれている食べ物は避けた方が無難です。6. ニンニクと玉ねぎ。今まで紹介してきた食べ物の中で、特に柴犬や白柴などの日本犬に注意してほしい食べ物がニンニクと玉ねぎです。なぜ注意してほしいかというと、白柴、柴犬、秋田犬、北海道犬などの日本犬は、ニンニクと玉ねぎに対する感受性がより高い傾向があるからです。ニンニクや玉ねぎを誤って食べてしまうと、玉ねぎ中毒を引き起こす恐れがあり、貧血などの症状が見られることがあります。その玉ねぎ中毒は、犬の血液型により感受性が異なり、西洋犬の場合は大丈夫な血液型が多いようですが、日本犬に多い血液型だと死に至る場合もあります。このことから、白柴には絶対にニンニクと玉ねぎは与えない方がいいです。ちなみに、犬にも血液型があり、その数は13種類以上あると言われてます。犬の血液型については、柴犬な太郎さん、らっちゃん RAZ さんの動画が参考になります。概要欄にもリンクを貼っておきますので、もしよければご覧ください。7. 乳製品、牛乳、クリーム、チーズ。白柴は成長に伴い、幼犬の時期と比べ、乳製品を消化する働きを持つ酵素が減少してしまいます。このため、成犬となった白柴が乳製品を摂取すると、嘔吐、下痢、お腹の不調などの乳糖不対症の兆候を示す可能性があります。ただし、ヨーグルトは少量であれば大丈夫とのことです。ヨーグルト製造の際に発酵の過程で乳糖が分解されるため、お腹も下しにくくなっている模様です。私、愛犬つくしもヨーグルトは大好きで、いつもパパさんが食べている横で顎乗せしておねだりしてます。以上、柴犬や白柴が食べてはいけない危険な食べ物7選についてご紹介してきました。私、愛犬つくしが成犬になり始めた頃、パパさんが、これ飲んでもっと大きくなるよ、と与えてくれたのが、岩手が誇る小祝牛乳でした。私、愛犬つくしも美味しくて、ついつい飲みすぎてしまいましたが、その日の夕方、それは、もう死ぬくらい下痢しました。もちろん、牛乳を与えたパパさんは、ママさんにこっぴどく怒られましたが、そんな私たち家族ですが、今後も、柴犬や白柴に関する情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。いかがでしたか？今回紹介してきた食べ物の他にも、アボカドやナッツ類も、柴犬や白柴には有害な食べ物と言われています。このように、柴犬や白柴に与えても良い食べ物が何かわからないときは、獣医に相談することが大切です。私、愛犬つくしやパパさんの経験上、人間の食べ物は白柴に与えないのが一番いいです。食卓の際に、顎のせをして、あなたをじっと見つめる愛犬の眼差しを無視するのは辛いでしょうが、視線に負けて与えてしまうと、より深刻な問題になる可能性があるので、心を鬼にして、ぐっとこらえましょう。以上、最後まで見てくれて、本当にありがとうございます。いつも、この動画を見ているが、まだチャンネル登録をしてない方は、ぜひ忘れずにチャンネル登録よろしくお願いします。高評価、コメントもしていただけると非常に嬉しいです。では、
今回の内容を簡単に復習していきます。今回は、柴犬や白柴が食べてはいけない危険な食べ物7選についてご紹介してきました。1、チョコレート。カカオ成分の濃度が濃いダークチョコレートは、特に注意が必要。2、キシリトール。食べてから数時間2日以内に急性肝不全を引き起こし、食欲不振、活動性低下、黄疸などの症状が見られることもある。3、アルコール。犬の腎臓は、アルコールを効果的に処理することができないため、少量のアルコールでも、犬にとっては有害となり、アルコール中毒を引き起こす可能性がある。4、カフェイン。カフェインは、中枢神経を刺激して興奮させる作用があるので、白柴がカフェインを大量に摂取してしまうと、中毒を引き起こす危険性がある。5、ブドウトレーズン。ブドウトレーズンは、腎不全を引き起こす場合があり、最悪の場合は、慢性腎臓病になったり、急性腎不全で死んでしまうことさえある。6、ニンニクと玉ねぎ。玉ねぎ中毒を引き起こす恐れがあり、貧血などの症状が見られることがある。特に、日本犬は、ニンニクと玉ねぎに対する感受性が、より高い傾向があるから注意が必要。7、乳製品。牛乳、クリーム、チーズ。成長に伴い、乳製品を消化する働きを持つ酵素が減少するため、乳製品を摂取すると、嘔吐、下痢、お腹の不調などの乳糖不対症の兆候を示す可能性がある。特に牛乳はやばい。飲みすぎると、私、愛犬尽くしのように死ぬほど下痢します。でした。今回の動画で、皆さんへ、白柴の魅力が伝わっていれば嬉しいなと思います。これからも、皆さんへ、白柴に関する情報や犬の役立つ情報、私、愛犬尽くしの日々の出来事などを投稿していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。